じゃあとりあえずそうこれ無色カレーこれ一番好きなやつじゃないですか。いや名店だ。もう間違いない。ありがとうございます。一品目ですね、ズワイガニを使った真珠と、あと、みんなですね、のお椀になってます。私の方が利尻の昆布、カツオの本枯節、あとマグロ節からとかを出してですね、軽く、お塩だけで、入れただけですね、お出しになってます。いただきます。おいしい。もともと肉カップやられてたんですか？いや、もともと純日本料理屋で、日本懐石料理屋ですね。あ、なるほど。で、やらせてもらって、で、独立しようっていうお話になって、で、そこで小料理屋をやるか、懐石料理屋をやるかっていう最初の話だったんですけど、静岡に他にいっぱいあるものやってもなぁと思って、もともと最終的には肉割烹をやりたかったので、なんで、だったらもう一発目から肉割烹やっちゃおうっていう話で。静岡に肉カップって少ないですか？そうですね、肉割烹って歌ってるところはほぼほぼないかもしれない。やっぱあれですよね、関西というか京都とかそっちの方とか、東京とかは結構ありますよね。これは何だ？こちらですね、牛肉のタルタルと上が、北山農園さんという富士宮の農園ですね。で、採れたマイクロキュウリのピクルスですね。あ、ピクルスな。はい。で、一番右側にですね、フェンネルの花ですね。はいはいはい。少し添えてありますんで、こう最後にそちら召し上がるようにこう食べていった方が最後に甘みがふわっと広がる感じになります。いっちゃっていいですか？少しクミンですね、上にかけて。これうまいな。ピクルス。これビールでしょ。ちょっとバーガー感ある。バーガーあ、そうですね、イメージは本当そういう感じですね。これは叩いてるんですかね、でも。叩いてるっていうか、潰さずにもう本当に細かいさいの目に切ってあえてるっていう感じで、シャレットとオリーブオイル、白ワインビネガーと、ルビーソルトっていう、真っ赤な岩塩があるんですけど、そのお塩と黒胡椒ですね。これノンアルで食う。すごいなと思う。黒ウーロン茶。まあ、ロンちゃんうまいっすか？下は春なしか。そうですね。牛妻という、静岡に地域があるんですけど、そこでチーズを作ってる方がいらっしゃって、その方が作ったブルーチーズを使った春巻きですね。で、上にメセロリのピュレですね、少し乗せて、和牛で作った生ハムですね。を乗せて、白トリュフのオイルとイタリアンパセリのマイクロハーブですね。ブルーチーズって結構癖がないタイプです。塩味がちょうどいいですね。お酒がめっちゃ進んだ。これワインでしょ。よかったです。一品ずつ。シェアリング。オープンは2年前の2月ですね。なんで、そうですね、2年半ぐらい経ちまして、オープンから。まだあれです、お若い20。今年27になりました。そうですね。すごいですよ。
開いた時が24でしたね。それもこのオーナーオープン当初はいたんですけど、もう今2年で渡すっていうお話で最初いただいてて、でそれで2年経ったので4月ぐらいから自分のお店になりました。この席数だったら結構あれじゃないですか、条件限られてるから、そうですね、あんまお金取れないですよね。そうですねでうち基本的に1回転だけなので、で作るのがもう自分一人なんで、もう回んないんですよね、やっぱどうしても。まあそうですよね。はい。お昼は静岡どっか行かれたんですか？僕滋賀で寿司食ってきたんで。滋賀のお寿司。はい。いやもうすごいですね。見間違いかと思って。びっくりしましたよ。それなんだろうと思ってた。これ一回昆布締めにして塩とか当てて酒で洗って、昆布締めにしたミノですね。あ、ミノなんだ。はい。あ、そうか。胃袋。一番最初の胃袋ですね。あを、油を取って、幽庵汁っていう、日本料理ですけど、醤油だれで、今軽くちょっと、七味と一緒にあえて揚げたエビ芋とあえて、ちょっと和え物みたいな感じで使ったんです。とは思わなかった。分かんなかった。チキンかなと思って鳥かと思って。そうですね、スモークチキンみたいですよね。ミノだからこのピリ辛が合ういいですね。焼肉以外で食うことないからな。ないですね。綺麗なお肉が出てきました。わお。のミスジですね。うん。もう真ん中筋取って上と下に分けたら、分けちゃう。油が強そうかなと思ったんですけど、もうおろして食べるからもう全然。そうですね。三角バラというとですね、峰野牛という浜松の稲佐町の牛ですね。三角バラを柔らかく炊いて、お出汁で、ちょっと甘じょっぱいようなお出汁で炊いてあります。上に栗のペーストですね、少し塗って、クリスタミネという、ハヤトウリの花ですね。を散らして、でここにある、つるみたいなもの、これもハヤトウリのつるですね。あとペコロスという小玉ねぎと、上がマイクロハラですね。こちらも富士宮の北山農園さんという。はい、甘い。これって栗の甘さなんですか？そうですね。少しだけ薄蜜で炊いてるんで、そのちょっと、甘さ足してる部分もあるんですけど。あと、北海道の、マグロですね。あと、北海道のイクラですね。お寿司になってるんですよ。
を混ぜながら召し上がってください。違いますけど、正直これがいいのかどうかわかんないです。やっぱこう横に漏れてる日は意味がないからやる必要がないっていう方ももちろんいらっしゃいますし、何分ぐらい経つんですか？10分かかんないぐらいで沸くので、沸いたらもう止めて、はい。そうですね。アイスなんだ。バターみたいな。なんだろう。ね、多いけど、焼き芋のジェラート。まだ大丈夫そうですよ。まあ、はい。僕は徐々にちょっと少なめで。ちょっと少なめで。自分徐々に多めで。ただ1個ご飯やらせてもらってお昼抜くんで調子いいんですよね。失礼します。ごめんなさい。めっちゃシンプル。お肉作ったんでちょっと走らすんですね。焼き芋のジェラートですね。で、さつまいもはシルクスイートという品種ですね。パンも、うちで作ってる西京味噌につけて、それで西京焼きにしてありますね。こちらは黒毛和牛の牛タンのタン元ですね。リンパのところを外して、芯だけですね。西京焼きにしてあります。手前が、ピーマンを、完熟させて赤くしたものですね。手前に、お味噌と、柚子胡椒とか山椒を合わせた、生七味ですね。少し乗せてありますので、お肉と一緒に召し上がってください。うまっ。峰の牛さんで使ってる牧草を今入れてちょっといぶしながら焼いてるみたいな感じですね。最後少しだけ牧草の風味をつけながらっていう感じですね。炭の良さを出すのが難しいですね。なんか炭で焼いた違いを出すのって特にコースの中だとこれ一品でこう炭の良さを出すっていうのが自分ちょっとまだ勉強してますね。難しいですよね。焼き鳥とかだとこういっぱい焼いて油が滴っててそれで燻煙される感じがなんとなく意味がわかるんですけど、高温ですよね、炭だと。そうですね。ただこうなんていうんですかね、高温になりすぎちゃってなんかどうしてもパサつい表面だけパリパリになりすぎちゃうようなイメージがあるんですよね、牛で焼く時って。なんでこう難しいですね。巻き火はどうですか？巻きやりたいんですよ。で店改装したらこう換気ちゃんと整えて巻き火は一回やってみたいなってすごい思うんですよね。巻き割烹東京にありますよ。予約しました。ありました。1年後って言われました。焼きのり成功。一回食べてみたいって言いながら。僕は気持ちお肉も少ない小さめで。小さめで。わかりました。気持ち大きめで。こちらの了解です。
ユリネはもう 90% 以上北海道で作られてるんですけど、富士宮のその農家さんがチャレンジして作ったらいいものができたって言って送ってきてくれて、いいですね。うまいですね。まあもう赤身、ザ赤身ですね。で、程よく油も入りますね。高級にかけないで、なんで英語とか A4 とかついてないんですよ。スーパーとかそういうところにはもうおろさず、飲食店さんだけにおろして、やってる。で、あえて和牛にしてないですね、この人は。和牛にするとサシが乗りすぎちゃって味が乗ってこないから好きじゃないって言って。でだから交雑で肉を美味しくするように、育ててるしですね。どうしても英語とかああいう等級になってくると、なんていうんですかね、ビタミン A を欠乏させたりとか、牛に無理を強いる飼育方の仕方になるんですよね。なので牛を健康でストレスなく作ってあげたら赤身はより美味しくなるんだよって言って頑張って作られてる飲食です農家さんですね。めちゃめちゃお世話になってます。いろいろ勉強させてもらってます。一応ですね、この後シャトーブリアン、ミンド系のシャトーブリアン使ってすき焼きを最後出させてもらうんですけど、1枚か2枚か選べるんですけど、どうされますか？ 3枚で1枚で1枚で2枚で。普通はこの量。これはもう完全に選択してもらう感じですね。お腹の具合がやっぱ女性とかとでも全然違うので。こちら長野の伊那市というところですね。極み献上米というお米ですね。ここ2年くらい米あんまり出来が良くないって言われてるんですけど、ここの生産者さんは作るのが上手ですね。めっちゃいい香り。すいません。ありがとうございます。もうちょっと欲しいです。もうちょっといきます。はい。おかわりもできますんでよかったら入れてください。失礼します。すみません。ちょっと水分少なめで、しっかりめに炊いてありますね。で卵が富士の朝霧高原の卵ですね。朝霧ですね。丼にされる方もいらっしゃるんで、お好みな感じで召し上がってください。一応この後召し上がれるようでしたら最後にうちで作ったコンソメですね。で一口ラーメンができるんですけど、もしお腹いっぱいなんでしたらそのままデザートに移ることもできます。僕デザートでお願いします。デザートです。はい。自分ラーメン行きます。ラーメンで。なんかご飯のうまさが際立つ。可能だったら、本当に数本でいって。大丈夫です。そうします。はい。やっぱりちょっと見たら食いたくなっちゃう。こちら、松茸を使った松茸ラーメンですね。最後に振り渦を少しだけして、味付けは少しお醤油と、お塩だけですね。がっつり入ってるやつ。そうです。ちょっと多めにしちゃいました。レビューのやつ。古い。いただきます。少し麺を塩入れたお湯で茹でて。食えんなラーメン。よかったです。こちらは静岡のしばちゃん牧場ですね。農茶汁牛乳を使ったミルクと、あと、焼きメレンゲを作ってメレンゲクッキーを砕いて砂糖代わりにして、ジェラートにしております。美味しいですねこれ。やっぱ山崎山崎である。コクが甘いものそんなにあれじゃないんですよ。だけど美味しいって言ってる。本当ですか。よかったです。こちらですね、最後、温かいお茶とお茶菓子ですね。お茶は静岡の和紅茶ですね。失礼します。最後なんで少しあんまり強くなく、香る程度に、出してあります。お茶菓子
がですね、長野の種なしの巨峰ですねの中に味噌汁の大吟醸の酒粕で作った、カスタードクリームですねを中に入れて牛皮巻きにしてあります。和紅茶って香りがいいですよね。そうですね。なんか綺麗ですよね。変にこう嫌に強くない香り。今日このまますぐ東京ですか。はい。ですね。めちゃくちゃですよ。めちゃくちゃですよ。的にあれですけど、こうあんまり高級食材は使わないように、で地方のものを今使うようにして、このコロナで緊急事態宣言でお客のさんの数が減ってた時に生産者さんもあって、はい。でその富士宮の農家さんもその時に声かけさせてもらって10月から取引始まったんですよ。でこれから毎週、こうその農家さんに行ってお任せで送ってもらって、なるほど。その野菜を見ながら料理組み立てるって感じで、今日もコースの中にね、静岡産のものをかなり取り入れたコースでしたもんね。そうですね。意識的にやられてるんですよね、だから。そうですね。地産地消は妥協だっていう方もいらっしゃいますけど、こう地産地消の中でもこういいものを拾っていくっていうのが大事かなと思いますね。それがでも今日静岡で肉割烹を食う意味そうですですよね。ね。そうですね。この浜松の稲佐町の峰野牛もいや東京にかけてないんで、周りからしたら全く評価されないんですよ。変な言い方しちゃうと。だけどその評価のされ方って油のサシの入り具合だったり、ぶどまりだったりで全部出ました味一切関係ないんで。なんでそこは牛の評価じゃないってその峰野さんは言って、全く正直英語を作った方がお金になるし儲かるんですけど、でそれも作ることも全然できるからなんですよ。だけどそっちじゃない。そうか。あれと投球は別に味の投球じゃない。油のサシの入り方。1頭のリブロースのところをバンって切って、そこのサシの入り方とか、ぶどまりとか小刺しが入ってるとかで決まるんで。一部だけなんですよね。しかも全体が別に霜降りじゃない。はい。なんでリブが良くても桃系が全然ダメとかっていうのもやっぱあるみたいですね。ただその峰野さん自身はその本当の意味のいいっていう本質はどこなのか、牛にとってまともな人ですね。そうですね。まあ貴重ですよ。本当にやっぱ本質を見るっていうのが大事だなと思いましたね。何でもかんでも高級なもの、希少なものがいいっていうわけじゃない。確かに。